FM Osaka. 85.1. 母ちゃん、あんた、踊らんでさい。FM Osaka. Take it easy. 9月19日金曜日夜8時になりました。こんばんは。あかねクラブ。今週も FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている、ひつかしあかねです。はい、ということでね。バッタンス級でございますよ。もうね、なんか私が今どこにいるのかわからないって思っちゃう時もあるけれども、ここに来たら大阪に来たんだって思うんです。この FM 大阪。ありがたいですね。はい、大阪にいます。はい、ちょっとね、お仕事がね、忙しい。いつも忙しいんやけど、ちょっと忙しすぎます。はい、忙しすぎるし、ちょっと意味わかんないぐらい忙しいです。でも頑張ろうね、お互いに。お互い様ね。ほんとみんな頑張ってこう。そう、なんかね、だから忙しくって、もう移動が多いんですけども、だから東京と大阪と行ったり来たりしましてね。結構その、アバンギャルディの仕事よりもっていうか、アバンギャルディ仕事、以外の私の仕事がもう、すごいですよ、今。すごいの。本当に。何個も何個も。ちょっと、来ておりまして、いろいろ掛け持ちしてる状態でしてね。だから結構今ほとんど東京にいるんだけれども、で、そんなね、なんかまあ、だからその移動が多い中で、もう、だから疲れてんのかなんか、ちょっと大事にしてたね、帽子がね、キャップが、置いてきちゃった、どっかに。そう。なんだっけな、いつもそんなんせえへんねんけど、やっぱちょっと、あれなんですかね。やっぱ、ほら、私ってほら、疲れたりとかしてるときって、あれですね、確認をし忘れますね。やっぱそう疲れると。それでまあ、以前もパスポートが紛失したりがございましたけれども、それにしてもすごい大事にしてて、みんな多分知ってるんじゃない私、よく被ってたピンクの帽子。どこ行った？助けてくれよ。あれがどっか行ったんや。めっちゃいいやつやね。で、ちょっと新幹線多分置いてきてるっぽいと思ってるんですけど、ちょっと問い合わせはないって言われましてね。ちょっとまあ、それなんでかなみたいな。どうしたもんかなとは思ってるんですけど。でもなんかそれで、なんか取りに帰って、なんか、まあ意味わかんないですけど、取りに、なんか、新大阪から取りに帰ろうとして、ここの紙に問い合わせてくださいとか、まあ言われて、とか言ってたら、なんかそれで、タクシー乗り場で待ってたら、高校の同級生がね、いまして、よかったです。めっちゃ仲いい親友に会ったんで、やばみたいな。めっちゃ久しぶりに会ったんで、帽子のおかげでというか、そうですね。ちょっと親友に会えたっていうことは良かったです。だけど出てきてっていう。まあそうすると本当に、バタコさん。で、ちょっとなんで、まあちょっとアカネクラブの収録の方も、ちょっとかなり前に撮ったりとかしている状況でございます。はい。ですが、今日は、アバジャムの、ですがっていうかちょっとおかしいですね。アバジャムのことを2週間前にやりましたアバジャムのこととかも今日はいろいろ話しますし、この番組でもね、ちょっと告知すらできておりませんでした。開運なんでも鑑定団に出させていただいたお話などもちょっとさせていただきたいと思っております。はい。おかっぱトークありますのでね、聞いてください。そして、番組のどこかでは、ガールズからのメッセージもお届けいたします。ということで今日の1曲目。今日の1曲目は何にするかと言いますと、じゃあどうしようかな。今日の1曲目は、君は 1000% ナイトテンポ昭和グループでございます。オメガトライブです。君は FM Osaka. 85.1. FM Osaka. あかねクラブ。FM 大阪あかねクラブ。それでは、アバンギャルディのおかっぱということで、今日はこの二人が来ています。自己紹介お願いします。ハルナバンギャルディと、テチャバンギャルディです。はい。
ということでございましてですね。今日は、そう、なんかあんまり告知をね、はね、このラジオね、最近ちょっとため撮りなんです。ため撮りっていう言い方してたんですが、2週撮りとかしてまして、ちょっと忙しすぎて。お疲れ様です。忙しすぎて、ちょっとね、大阪にいないんですよ、ほとんど。だからちょっと待って、その関係でですね。本当に、このラジオでね、言うてなかった、テレビ東京系、海運なんでも鑑定団ね、このことの告知すらできてなかったんですよ。そう、やってしもうた。ちょっと、っていうことで、今日はですね、ちょっと鑑定団の話。はい、鑑定団に出ました大長寿番組でしょは大が2つってことですよ、大長寿番組。大ですけど、ほんとね、なかなか。そう、長寿番組にさせていただきまして、まずね、ちょっと、なぜかね、私にゲストオファーっていうか、い。はい。出ませんかなんかお宝お持ちでないですかってお持ちでしょみたいな。そうですよ。そう。ですよ。うちのね、祖父、はい。おじいさんがですね、もう結構、なんか、海外にもよく行ってたんですよ。なんか仕事の関係なんだかななんだか、ちょっとわかんないんですけれども。で、なんか、骨董品とかね、掛け軸みたいな、そんなんとかね。なんかこう、お酒ヘビかななんか変な入ってるのはお酒みたいな、コブラみたいな入ってるお酒とか。あったらお酒ってかなんか液体が瓶の中に。だから、そんなんも含めて、なんかちょっといっぱいおじいちゃん持ってたんだけど、去年か、そんなんやんな、亡くなったんですよ。去年やったっけ最後だね。これ、趣味にすることでもないから、おじいちゃん亡くなったんですよ。どうなったんですか？それで、全部捨てられた。そう。だから、ほんまやったら、あったん今、いろいろ面白そうな、なんか、何っていう、全部もう、捨てられた。なんかそう。処分されたみたいで、で、ばあちゃんに、私はなんかこの鑑定団のお話してた時に、ばあちゃんに、なんかじいちゃんのなんか持ってるもんないって言ったら、全部捨ててもらって。何かなんか分からへんけどやな、それが、なんかいろいろあったんやけど、とか思いながら、そう面白そうなのあったんやけど、ないからさ、どうしようかなってなった時に、バンゲルディに17人いたわ。で、誰かなんかあるでしょということで、みんなちょっと出し合ってくださいっていう話になった時に、春音さんが、オーディション勝ち取った。そうなんですよ。すごい。お宝をね。あれはだから、おじいさんが持ってたやつでしょはい、おじいさんが持ってちょっと説明してどんなんか見れてない人もいるから。はい。私のひいおじいちゃんが、ひいおじいちゃんが、南方熊楠という植物学者の弟子みたいな、弟子だ研究に関わってた人そうなんや。らしい。弟子やったんや。弟子は取らないけど、下におった人。おったんやね。ひいじいさんは何の仕事をしてたわけひいおじいさんは、小学校の先生をしながら、山に入って、キノコだったり菌とかを取って、それを熊楠さんに届けて、一緒に研究してたみたいなことを、おじいちゃんから聞きました。そうなんや。ほんでんで、はがきと手紙で、鑑定団で、待って、それで、それ大切にじいちゃんは、息子であるじいちゃんを持ってたわけでしょはい。で、なんでそれを大事に持ってたのわかんない。価値あるというか、持ってたのかなでも、おじいちゃん、4人兄弟なんですけど、おじいちゃん以外の3人はもう売っちゃったみたいで。おじいちゃん何も売れてん、ほんで。知らなくて、そうや。売っちゃったらしい。だけが唯一売ってて、売ったのか、なんていうの、誰かに研究が、研究究材料にしてってなあ、ほんで持ってたんや、たまたま。ほんで、それを、選ばれまして、で、これで行きましょうってなって、行って、で、てるるるるー
ほんまに。うん。なあ、じっくり見とったな。はいなんか、裏にもびっしり書いてたね。なんか、キノコの絵描いてたり。新種が発見されたみたいなのも書いてあったりそう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 みたいで。で、それで見ていただいた結果、120万でしたすごいよな。これさ、結果出ておじいちゃんなんておじいちゃん、それが、なんか、えもっとごっついの持ってるって言い出して、なんか巻物あるで、みたいな。そっち出した方が良かったんちゃうかみたいな。言われて、もっと全部出してくれよな、そんな。あるんやったらなんでそんなんもらえるってやな。マジそれは皆方、そういう関係の。はい。なんか、もうちょっと価値がつくん。えもう一回読んでください。呼ばれるか。はい。お願いします。らしいです。何それ私は見たこともなかったんでで。もじいさんは、じゃあ結局120万円になったよって言って報告したらなんて言ってそしたたら、今度お寿司おごってあげるわ。なんで色気あるわかることかもしれませんね。すごい、でも、すごいなおじいちゃん最初3万とかって思ってたらしい。でそれが120 120万万。もの価値がね、あったわけですから、すげえよ。でもなんかこの結果になってから、うちのじいちゃんの何かあったとしても、絶対そんな価値ないわと思って。でも、ちっちゃいぐらいで終わってる。いや、マジ。だから別に、いや、だからそれもな、じいちゃんがな、何十万とかして買ってると思うねん。知らんけど。これは価値のあるんやとかって言ってたもんよ。だけど、はいっていう結果になってたやろなって。だからそれはそれでも面白かったやろなとか思いながら、でもほんまにここまでのね、価値がつくものをお持ちになった春音さん、素晴らしい。うん。なあ、嬉しかったよ、ほんまに。飛び上がって。飛び上がって。いや、ほんまに嬉しかった。こんなことになるって思ってなかったから。で、私でも多く見つけて、50万ぐらいじゃないとか思ってたけど、さらに上を行っそう。ちゃってだから、飛び跳ねたし。で、その回では、3000万円の価値があった隕石。隕石も登場して、すごい回でしたよね。高額がどんどん出てた。そう、出てた、出てたうん。そう、それも間近で見ましたよ、本当見れたんですか？見れまその後も引き続き、出演させてもらったんで、私は。はい、いろいろ楽しかったです。ちょっと価値分かってなかったです。実は、私もこれ何円ぐらいかなっていうふうに予想するとこあったんですよ。放送されてなかったんですけど、まあまあ間違ってました。まあまあ価値分かってないんやな、私と思いながら。いや、でもすごいね、良かったですね。あの番組で出たってはい。素晴らしいと思います。はい。ということでございまして、じゃあここで一曲いきましょうか。はい。じゃあ、はじねさんいきましょうか。はい。はい。私が、小学校ぐらいの時に好きやった曲です。急に。なんか最近聴いて懐かしくなっちゃった。リトルミックスでブラックマジックです。どうぞ。おかっぱトークは、はるねさんとちゃちゃさんです。よろしくお願いします。お願いします。なんか、楽しいみたいな。はい、もうね、見てください、これ。すごい量。この量。もうね、大量のメッセージが届いております。あ、皆様、ありがとうございます。もう、この、大人気番組はね、こんなにいっぱい届いてありがとうございます。はい、皆様からのメッセージがたくさん届いておりますので、メッセージを紹介させていただきます。はい。はい、このね、今月の頭にですね、ありました、アバジャム2025。はい、大阪公演と東京公演がありまして、終わってから初めてのこの収録でございましてですね、ちょっと、じっくりそのアバジャムの話もしたいななんて思っております。さあ、行きますね。長崎県長崎市のアバチーさんです。こんばんは。こんばんは。 9月6日に開催されましたアバジャム参加させていただきました。この方大阪ですね。大阪公演来ていただきました。玉代姉さんの
OKP サイファーで、私もこれ今パッて OKP サイファーって見た瞬間、玉代さんのことをよぎってしまいますちょっと。笑ってしまいました。思い出し笑い。笑いすぎて、腹筋がつって、まさに腹筋崩壊となってしまうくらい面白いライブでした。はい。玉代姉さん曰く、大人の女は一発ギャグができる女ということで披露されましたアバンギャルディ渾身の一発ギャグですが、皆さんは誰の一発ギャグがお気に入りでしょうか？ちなみに私はあやねさんです。アラビアン。あとね、もういっぱい来てるんだけど、この方、奈良市のひらりさんも、人生2回目のライブって。もう1回目は、アバンギャルディのサードライブで、今回はアバジャム大阪2回目行ってきましたって。公演参戦しました。今回は高橋洋子さんと島田珠代さん、そして、吉田豊さん、そして高橋さんの歌声を生で聞いたり、珠代さんと吉田豊さんのお笑いも初めて生で見れて笑いの絶えないイベントでした。質問です。一発芸を考えたときに、感じたこととか、難しかったこととかありますかって書いてくれてます。はい。そう、なんか結構一発芸がね、めちゃくちゃ面白かったっていうのが、そう、言ってくれてて、大阪市淀川区のヨーアバディさんも、1日目のゲスト、島田珠代さん、吉田豊さん、吉本新喜劇やりたい放題でした。アバの新たな一面を引き出してくれたなと思いました。言ってくれてます。はい。ということで、そう、一発ギャグをね、皆さん考えていただきました、今回。さあ、ちょっと裏話聞きたいです。正直、まあこれ、まあ、無茶ぶりだったじゃないですか。いきなりまあ、島田珠代さん来てくれるということで、まあコラボ、まあ、もちろん私たちのパフォーマンスでのコラボはもちろんそうなんだけど、やっぱり、こう、プロフェッショナルでお笑いのプロの方が来てくれるから、お笑いも私たち参加、チャレンジしてみようよということで、まあ一発芸考えてきてくださいってこう、急に言ったわけですけれども。言ったよ。まあでもそれ、どっかでは言わないけどさ、前日やったら大変やったわけ。だからちょっと考える時間を与えましたけれども、どういうふうに考えたんですか、まずは。はい。やっぱり、芸人。ちょっと待って、まずじゃあ、で、せっかくだから披露してほしいですよね。ちょっと待って。渾身の、で、あれでしょ？渾身のギャグできたわけですから。ちゃんとそのプロにも見ていただいたネタってことですからね。じゃあ、はるねさんから。ギャグ？はい、そう。披露？はい、お願いします。はい、撮ってます。はい。マジ？まあ、立つよな、そうやな。立たないとな。はっきょーい。残ったカレーいかがですか？素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ、これの、どのようにお考えになられたんですか？はい。最初は、どんながあるんかなって、いろんな、芸人さんがアップしてる動画だったりを見たら、なんか、つなげてる方が面白いみたいな。なんか、発狂に残ったと、残ったカレー、みたいな感じで、ちゃんとつながって、でも二つの意味を持つみたいなのが面白いなって思って、こうなりました。すごいですね、考えて。で、ちゃんさん、お願いします。大丈夫かな？よし。じゃあ。このままいくと。じゃあ何してて。はい、じゃあお願いします。いきます。麺どう麺どうごめんどうありがとうございます。はい。じゃあ、このギャグについて聞きたいんですけれども、どのようにお考えになったんですか？まず、披露した回の全く違うギャグが、ギャグでもなかったですよね、あれ。一回オーディション一回そう。はい。その日から、また新たに考え直すってなった時に、本当に何も浮かばなくて、みんなのレベルも高すぎて、そんなことはないけどな、別に。まあ、それなりに考えてたわな。本当にそこにビビってて、なんか逆に、
もう、振り切って滑りに行こうと決めて、あります。自分でもあんまり面白くないって分かりながら、はいこの面倒のうんギャグを考えました。面倒剣道面倒やんね。面倒ってことは、面倒くさいとかそっちに繋がるかなと思った。最初面倒くさいで考えてたんですけど普、通やって言われたんや。いや確かに、自分の中で、そのまんますぎるなと思あーって、すごいやんな。ちゃんとそのまますぎるな。はい。って思って、ごめん。面倒をどうになったんやね。はいすごい。どうですかやっぱりどうですかこれ考えてみて、改めてこのギャグを生み出す。いや、もう生み出すのまでに時間がかかったので、そうだな。芸人さんってすごいなと思ったんですけど、やっぱり人生初のうん。一発ギャグをもうレジェンド二人の間でやってもらったのは、うんもう本当に光栄でした。しまい、これができたから、もしもね、なんかわからないですよ、どっかのタイミングで、なんか急に無茶ぶりされた時に入ってって、こう、できる一つネタを持てたので、なんかやれってなった時に、じゃあ一発ギャグしますってこう言って、やれるという、これは、すごいことですよ。はい。このタイミングでこの機会があったから、できたこと。したことです。はい。いや、でも、よかったんですけど、だから、その、すごい。これ、もうちょっとね、なんか生み出した方がいいんじゃないですか。はい。更新。更新、はい、はい。更新し続ける。はいその、ごめん動画。はい。いや、全く別物を、ごめん、更新できないです、もう。ごめん動画。更新もちょっとしてください。ということはいです。頑張ります。はい。他にもね、この方、新宿区のごまちゃんは、サードライブツアーに引き続き、アバジャム東京公演行ってきました。サードツアーをさらに上回るくらい最高でした。ありがとうございます。楽しいという思いと同時に、前回の公演を上回る舞台にするために、あかねさんやメンバーの皆さん、スタッフの皆さんがどれだけの努力をしてきてくれたんだろうといつも考え、私自身も昨日の自分を超えていかないと刺激をもらっています。ね。これ嬉しいから読んじゃう。何をするにも一回だけの成功では偶然や運が味方してくれただけで成功を継続できることがプロだと思い、さすがなぁと感じました。私も自分が取り組んでいることでプロになりたいと再認識させていただきました。これからの皆様の止まらない成長を楽しみにしていますって。ありがとうございます。嬉しいですね。この方は横浜市の博多さん。どっちやねん、ちゅう。東京公演行ってきました。帰宅して、余韻冷めやらぬ中で、メッセージを送ります。AGT のパフォーマンスで完璧かと思っていたアイドルの振り付け、フォーメーションがガラッと変わって、あかねさんの飽くなき向上心とメンバーの普段の努力を感じて、胸にぐっとくるものがありました。そう、この方は多分初めてね、見に来てくれたんじゃないかな。ありがとうございます。そう、AGT の動画を見てくれててね。そう、嬉しい。もうなんか、とにかくたくさん、いろいろね、そう、送ってくれてますけど、東京公演は、それで言うと、ね、コロッケさんが、はい。シークレットサプライズゲストで出てくれました。で、コロッケさんのゾーンでは、モノマネをね、コロッケさんの前で披露するというのがございましたけど、はい。はい。お二人も、はい。やったのは、コロッケさんが即興で、森進一。そう、森進一のおふくろさん、はい。これもだから何をやるかは分かってなかったので、我々はい。ね、みんな分かってなくて、曲かけて、ちょっと軽くうん。動いて、ついてこい、みたいなはい。感じ。だからまずやってみろ、みたいな感じでしたよね。まずやってみろでしたね。こうやったら顔はできるからうん、やってみな、みたいなんで、やったわけですよ。はい。どうでしたか？まず、どんな顔でしたおふくろさんの。おふくろさんはう、ん。どうしたあ、そう、森進一さんは、うんくしゃみをしそう。くしゃみをしそうな顔。でもそれ、は直前の顔。そうで、でギュッ、ギュッ、出てましたよ。どうぞ何を出すのなんか、ここ、あ、確かに。出てきてましたうんって感じだった。口が下、はい
はい。るんや。で、揺れながら、歩き方はちょっと揺れてた。ご挨拶するみたいな。うん。なんかベルとかは出すなんか、でもくしゃみしそうやったらベル出るんじゃん。が、これ、大丈夫ですか？どうなってるやろな、これ。さらされるもしかして。また、やばい、やばいやばい。できてないって言われるかもしれない。そう、まあちょっとこういうことで。これを、だから東京でその場でやって、ついてこいって言ってな、走ります。見たいよ。すごいな。だから、そう、コロッケさんが、だからすごかったし、まあもちろんほんまに、もういろいろすごかったよ。メンディーさんとかも、ちょっと面白い。はい。3番勝負。三番勝負で綱引きしたりとか、辛いの食べたりとかさ、なんか、クイズしクイてズ。したりとかしたけど、まあなんか、そう、バラエティに富んだね、はい。ライブでしたけど、それで東京公演で言ったら、事件がありまして、そう、事件が一つあったんだけど、なんかまあ、コロッケさんが最後のブロックで、はい。でコロッケさんがもう、はい、じゃあ今からラストの曲ですよ、皆さん盛り上げてねとか言って一緒に、北島三郎さんの祭りだをやったんね、一緒に。はい鼻真っ黒来るんにして、ですね。ちょっと膨らませて。はい。で、やったんです。で、終わります。ありがとうございましたって言って。以上、アバンギャリーと、コロッケさんでした。ありがとうございましたって終わって。はい。ね。で、そこいつも客席をね、こう、まあ、ブルーにして、これ、まあ、一応終わりなんだけど、アンコールっていうことですよ、みたいな、まあ一応ね、こう、きっかけですよ。そういうふうに、まあ、するもんなんですよ。アンコールをこう、巻き起こさせるための照明がね。はい。どのアーティストの方もするじゃないですか。でも、うちもやってるんですけど、はい。全然巻き起こらなかった。そうかった。で、死にすぎるって、みたいな。でさすがにうちのアバンギャリーのファンたちも来てくれてるわけですよ、アバディがね。で、そのアバディが、まあ、分かってないですよね。びっくりすることに、もう何十回とライブ一緒にやってきたはずなのに、分かってなくて、とか思いながら、でも、後ろから私が、自分で、始めてください。始めた。巻き起こしたの後ろの方からさ、やっぱそうか、みたいな。アンコールだよな、と思いながら、こう始まったんですよ。アンコール、みたいな。ほんなら、コロッケさんが、いや、つって、影慣れで。これ、アンコールはまずいでしょ、みたいな。これはちょっとダメすぎるよ、みたいな感じで言って、で、そこからモノマネで、真似しながら、みんなでアンコールをこう巻き起こさしてくれたんですよ。武田鉄矢さんが出てきたりとか、福山雅治さんが出てきたりとかで、モノマネしながらアンコールを呼びかけてくださいまして。めっちゃおもろかったよな。だから、まあ、ある種、それが聞けたのが、まあ良かったってことなんやけど、すごかったよ。でも、そうでもなかったから、なんでよと思って、終わってから終演後に、ロビーにいた、ファンに、ちょっと待って、集合っつって。なんでやらないんだよつって。言って、だって分からへんかったもんとか言われるから、なんでやねんつって、ブルワーってなんかつって、なんかやねんとか言うので、ちょっとこう、怖いじゃないのよ。怖いじゃないよ。ちょっと反省会やなとか言いながらも、でも楽しかったねっていう、まあ、話して、じゃあみんなここに並ぶんだよ。で、物販のね、別にこの後並んでねっていう、そういうやりとりをしましたけど、アバディとね。でもなんか、すごいレアでしたね、アンコールのコロッケさん。ああいう風にやったら楽しいんやなっていうのもまた一つ勉強になりましたね。なんかアンコールの仕方というか、ああやってお客さんを巻き込んでっていう、なんかもうほんまね、先輩方皆様ね、本当にすごかった。高橋洋子さんも、まあそのモニタリングの形式でちょっと、客席から登場してもらうんですけど、なんか私はもう、大阪公演終わって、東京公演はもっと、迷惑な客になってほしいなと思ったから、ちょっと洋子さんすいません、ストローク長めにしたいんで、ちょっとほんまに途中で、
入ってくる嫌な曲みたいな感じをちょっとやりたいんで、ちょっと、ほんまに座りづらい真ん中の席とかでいいですかって言って、えって言われながら、ほんま大丈夫ですから。何が大丈夫なのかよくわからんです。で、まあでもそこで始まったから、もう大阪公演よりもっと盛り上がっただから、その周りにいた人たちが、ってそう、気づいてない。意外と気づいてないからみんな。通った人がそうやったんやとか、いつの間におったんとか結構あったりとかして、すごいそれも楽しかったし、それを一緒になんかやってくれたりとかするのもよかった。楽しすぎた。もうとにかく出演者の皆様が最高すぎて。最高。で、リールもたくさん撮っていただきましてね。はい。コロッケさんとは3本。で、メンディーさんとも2本撮ったりしたので、ちょっとそちらもぜひチェックしていただけたらと思います。もうお願いします。とにかく最高でしたということです。でも最高っていうコメントたくさんメッセージいっぱい来てるんでね、本当に読ませていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあここで曲いきましょうか。じゃあ、チャチャさんお願いします。私が最近聴いているお気に入りの曲を、藤井風さんで8個。じゃあね。FM 大阪あかねクラブおかっぱトークでございます。さあ、告知ありますか？はい。うん。9月20日土曜日、長野県白馬村で開催。白馬マウンテンフェスティバル2025にアバンギャルディが出演します。はーい。明日ですね。はい。楽しみですね。フェスだからね。はい。楽しみです。外ですか？野外ですからね。はい。で、明後日も、ちょっと私たちね、配信やります。はい。明後日日曜日。21日。はい。アバンギャルディサードツアー、ダンストゥーザフューチャー配信ライブが決定しました。はい。そうなんでございます。配信します。これは、チケットを買っていただきましたら配信の、見れます。はい。ようになっております。アバンギャルディの、ホームページというか、まあ、ファンクラブのインフォメーションを見ていただけたらと思います。で、これは、一応アーカイブも、予定しておりまして、明日配信するんですよ。明日の、夜の7時、19時から配信するんですけれども、アーカイブ配信は9月28日、1週間ですね。1週間、何度でも見れます。っていうのと、YouTube の方で裏配信とか裏生配信みたいなことをします。で、これは見ながら、皆さんと一緒にっていうか、まあ、一緒のタイミングで見ながら、配信を見ながら、あーだこーだ喋ります。はい。これはもうちょっと毎回やらせてもらってるんですけども、ここはこうだったねとか、ここはあなたこうだったねっていう。まあそういうようなことを、ぺちゃくちゃ喋りますので、はい、そちらと同時に見ていただけたらとも思いますし、はい。はい。こちらの配信チケットは E プラスの方で、はい、発売中でございます。はい。9月28日の夜10時まで発売しておりますので、はい。見逃した方もアーカイブで見れますからねっていうことでございます。ちょっとぜひね、見に行けなかった方、そして、ちょっともう一回見たいよっていう方、これ見たかったっていう方、もう何でもいい。もう本当にとにかく買ってください、これ。お願いします。お願いします。はい。YouTube の生配信もよろしくお願いします。お願いします。はい。コメントお待ちしております。はい。ということでございます。そして、こちら、来月ですね。来月10月28から、10月31日はですね、ZEP ニュー台北の方でライブがありますね。はい。はい。8月さということですかね。はい。ありますので、ちょっと皆様そちらもチェックお願いします。もう準備しまくり。ね。準備しまくりでございますから、はい、皆さん、楽しいライブ、楽しみにしていてください。楽しいライブ。楽しんでいただけるよう頑張ります。はい。ということでございます。はい。はい。もうちょっと今日は、久々トークということでね。なんか本当はい。私たちにとってはすごいホットな、はい。ことですよね。今、現段階ではね。あわちゃんも楽しかったな、つって。はい。はい。でもまた明日、明後日は配信もありますから。はい。ぜひ見てほしい。いろいろね、ライブのことも思い出しながらね、サードをね、はい。振り返っていきたいと思います。はい。じゃあ、ということで本日のおかっぱトークは、春音とちゃちゃでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、お別れに一曲。島田珠代さんで、珠代ベスト、パンティーテイクス。